こっちも一段落。毎日のことだけど、やっぱりお仕事って大変だね。何か甘いもの食べたいな。そうだね、ちょっと見てくるよ。ご主人様。寝てたの？立ったまま寝るなんて器用だね、ご主人様。もう少ししたらお茶と一緒に甘いものを持ってきてくれるって。ゆえちゃんのお茶美味しいもんね。楽しみ。それとね、ついでにお手紙預かってきたんだ。遠征に出てるパイレンちゃんたちからご主人様とせいちゃんにお祝いのお手紙だって。他にもね、キキョウさんとエンヤちゃんの連名でお祝いの品が届いてるって。みんな嬉しいんだよ。ご主人様の赤ちゃんができて、かりんちゃんやレンファちゃんからもお祝いのお手紙が来たし、中央に行ってるレンちゃんたちもできるだけ早く帰ってくるって。あとはみーちゃんからもお祝いの品が届いたんだよ。たくさん食べて大きくなれってお肉の塊が。みんなが帰ってきたら一緒にお祝いしようね。いいの、お祝い事なんだから何度やってもいいの。みんなご主人様の赤ちゃんができたのを喜んでるけど、特にシュリちゃんとひなりちゃんは気合入ってるよね。本でお勉強するだけじゃなく、毎日シオンさんのところに通い詰めて、妊娠出産から育児についてのことを聞きに行ってるんだって。そうだよ、ご主人様はお父さんになるんだから。その意気だよ、お父さん。そういえば、せいちゃんの引っ越しって終わったの？日中はみんな起きてるから何かあっても対応できるけど、夜はそうもいかないもんね。いいなあ、私もご主人様のお部屋に住みたいな。そうだけど、せいち
ちゃんと一緒に寝てるからってそういうことしちゃダメだよ。お腹の赤ちゃんが驚いちゃうから。本当かな。だってご主人様だし。そうだ、お仕事一段落したのならせいちゃんのところに顔を出してあげたら。もしかしたら寂しがってるかも。それがいいよ。なんなら残りのお仕事は私がやってもいいし。いやらしいことはダメだからね。起きておりますよ。唯一の暇つぶしが暇だとつぶやくことしかない程度には暇を持て余しておりますので。いただきましょう。どうされました主？食べさせてくださるのでは？では仕方ない。よっと。超支流を殺すに刃物はいらぬ。無料で覆いつぶせばよいとはよく言ったものですな。ほう、これはゆえが？なるほど、さすがはゆえ。灯花様の好みがよくわかっている。それなら愛者が用意してくれた水差しがそちらにございますよ。しかし水は水でもどうせなら剣髄としゃれ込みたいところですな。別名では万病に効く妙薬とも申しまして。わかっておりますよ。もう何度も首里やひなりに釘を刺されましたゆえ、言うておるだけではありませぬか。そうですな。民名の溺愛するお猫様のようにゴロゴロと過ごすのも悪くない。最初の半日ほどはそう思っておりましたが、何もかも取り上げられてしまうと時間を長く感じてしまって困ります。というか、聞いてくだされ主。皆ひどいのですぞ。見回りに町に出てみれば。こんなところで何をしているんだ、セイ。いや、町の見回りをだな。お前の仕事は私らでやるって言っただろ。身重の体で槍を振り回すなんてもってのほかだ。これぐらいどうということは。何かあってからでは遅いのだぞ。あとは私に任せて、愛者はセイをご主人様の部屋まで送ってやってくれ。そんな血のみ子でもあるまいに。一人にしたらまたフラフラ出歩くだろ。屋根を伝って歩かんだけ子供の方がまだマシだ。観念しろ、セイ。と、私の話など聞く耳も持たず部屋まで連行したのですぞ、あやつらは。
仕事ができないとなればもう酒を飲むしかないと自室へ酒を取りに向かえば、せげえ、シュリ。その手に持っているものは何ですか？あ、ひなりまで。これは私が取り寄せた妊婦に良いとされる妙薬で。せいさいや、本当にその百薬の長とまで呼ばれる。ん、せいさん。そのわかったから、そんな目で私を見ないでくれと酒を取り上げられ、こうなったら私にはメンマしかないと密かに仕込んでおいたものを求めて厨房に行けば、あら、せいちゃん、どうしたの？いやー、シュリとひなりに酒を取り上げられてしまって、せめてメンマだけでも楽しもうと。そう。残念ね。残念とは？そこに置いてあったせいちゃんのメンマだったら、さっきリンリンちゃんたちに。そんな！私にとってメンマがいかに大切な存在なのかシオンも知っているだろう。ええ、もちろん知ってるわよ。であればメンマを取り上げるだけでなく、リンリンにまで与えるその非道、天が許しても。お医者さんが許しません。お医者？せいちゃんが好んで食べるメンマはお酒に合う塩漬けしたものでしょ。あまりお塩を取りすぎるのは母体に良くないのよ。この機会に食生活を見直すのもいいんじゃないかしら。体を気遣うのも母親としての大切なお役目よ。といった具合に私の生きる上での楽しみは軒並み取り上げられる始末。ひどいと思いませぬか、主。これではまるで羽をもがれた蝶と同じ。もはや定山の蝶子竜は信頼を張ってはふて寝する青虫となり申した。修理たちが軽い運動なら構わないと言ってくれたから街に出たのに。その時は私の華麗な槍さばきで。主は私が傍観程度に苦戦するとお思いか？町の傍観風情にこの私がいかほどの本気を出すとお思いか？その程度、まさに軽い運動と呼ぶしかないではありませぬか。少々激しい高いと。主まで愛者と同じようなことを。体を動かすこともままならず、酒やメンマを味わうこともできないなど、母親になるということがこれほどまでに大変なことだとは。分かっております。分かっているからこうして主の信頼でおとなしくしているのではありませぬか。普段よりは緩く締めておりますので大丈夫ですよ。それにいつ主が戻られるかもわからないのに、だらしのない格好はできませぬから。こうして横になる自由すら主は奪うとおっしゃるか？見せておるのですが、何か？このままでは本当に退屈に押しつぶされてしまいますので、主に少し無料を慰めていただこうかと。主はこうはらんだ私では欲情せぬと？
言葉では何とでも。ああ、きっと主はもう私には女の魅力を感じなくなって、よよよ。いやはや、こうして主と話しているうちはいつもの上り竜に戻れた気がしまして。しかし考えてみると、腹の子を出産するまでは主に愛されることもままならぬのですな。そうですな。それは私にとって仕事や酒を奪われるよりも辛いこととなるやもしれませぬ。毎夜主のぬくもりを感じながら眠りにつくことができる。それだけでも十分すぎるほど幸せなのですが、そこから触れられぬ、愛されぬと思えば、腹の子のためと分かってはいても、生きながら身を焼かれるに等しい拷問とも思えてしまいます。主に抱かれる喜びを私の体は覚えてしまっている。主の熱を欲しいと思ってしまう。いけませぬな、このようなこと。首里たちの耳に入ったらまた説教をされてしまう。分かっております。なのでせめて主で楽しませてくださいませ。先ほど主がおっしゃったではありませぬか。今の私でも浴場すると。ちらちらと遠慮がちに向けられた視線がどこを見ているのか、私はちゃんと分かっておるのですぞ。もしや主は私の妊娠が分かってから精を吐き出しておらぬのでは？それはさぞお苦しいでしょう。本来ならたける主の息子殿を好みで包み込み受け止めたいところですが、残念ながらそれは叶いませぬ。ですが好みを主のおかずとして差し出すことはできましょう。私の体に浴場し、主がそれを望むのであれば、どうして私が迷うことがありましょうや。